私の名前はのぞみ。夫とは結婚して20年になります。夫とは婚活パーティーで知り合いました。私はなかなか運命の人に巡り会えず、もやもやしていました。そのパーティーで夫と話をした時に優しい笑顔に惹かれたのです。夫も私と話をしてピンときたらしく、私たちはすんなり付き合うことになりました。私は今まで3人の人と付き合ってきましたが、一緒にいてここまで楽な人はいませんでした。きっとこの人が運命の人なんだと思いました。付き合ってから1年が経過したある日、夫からプロポーズを受けました。私はあまりにも嬉しく、まさに人生のピークだと感じました。もちろん私の答えは OK です。そんなこんなで結婚が決まった私は、夫の実家に挨拶に行ったのです。夫は若い頃に父を亡くしており、お母さんが女手一つで育ててきたそうです。それもあってか、夫はお母さんを大切にしており、よくエピソードを聞いていました。とても優しく、温かい人という印象がありましたが、実際は違ったのです。私が挨拶をするとどこかそっけない態度でした。むしろ敵対心すら感じます。お母さんがお手洗いで席を外した時に夫に言いました。さすがに私への態度がきついよ。よしお、フォローしてよね。夫は言います。そんなきついか？でもいつもより機嫌が悪いことは確かだな。お母さんが戻ってきたタイミングで夫が言いました。母さん、今日ちょっと機嫌悪いかい？いつももっと優しいのに、今日はどうしたんだよ。お母さんは夫の問いかけに言います。そんなことないわ。よしおに久しぶりに会えてとても嬉しい気持ちよ。私と話をしていた時と全く違う態度だったため、正直驚きました。夫はこっちをちらっと見て笑います。まるでもう大丈夫だよと言わんばかりの表情です。その夫の態度にイラッとしました。お母さんはあえて態度をきつくしているのです。要は、お前を受け入れないと伝えるために。夫はそれに気づくことはありませんでした。正直、これからのお母さんとの関係が思いやられると感じました。そしてこの時の私の予想は見事に的中するのです。結婚してから数年、私はお母さんにいびられ続けました。お母さんは年々足が悪くなっていることから、夫たっての希望で同居することにしました。お母さんに家事をやらせるわけにはいかないので、すべて一人でやっていました。しかし、私のやることなすことにイチャモンをつけてくるのです。例えば掃除です。塵一つ残っていると癇癪を起こして私を責め立てます。お前は何か言ってもわからないやつだね。そんなんだからダメなんだよ。私は怯えながら言います。お母さん、私も一生懸命やっています。だからそんな言い方しないでください。私の精一杯の言い返しでした。お母さんは鼻で笑い言います。一生懸命やってたらこんなことにはならないと思うけどね。私は言います。しかし、ご指摘いただいたのはほんの塵レベルです。ここまで完璧に掃除しきるのは難しいと思います。お母さんはきっと私の目をにらみつけ言いました。私の言ってることがおかしいって言うのかしら。ずいぶん偉そうな嫁だね。私は言います。そういうつもりはないんです。申し訳ございませんでした。お母さんは言いました。ちゃんと家事ができるようになってからそういう一丁前なことを言うんだね。私はその言葉を受け頭を下げました。顔は見えないと思っていますが、私の表情は怒りのようなものが出ていたと思います。いびりは家事だけではありません。
それは料理に対してもひどい仕打ちを受けたのです。初めて同居した日の夜、私は一番の得意料理を作りました。それは母に教えてもらった肉じゃがです。うちの母は料理教室を開くほどの腕前です。その母の肉じゃがを出しておけば、まず大丈夫だろうと思っていました。お母さんが味見をしたいというので、私は小皿に盛って食べてもらうことにしました。一口食べて、お母さんが言います。こんなまずい料理食べたことないわ。よくこんなに下手に作れるわね。私は言いました。そんな、ちゃんと味見して美味しかったんですよ。お母さんは笑いながら言います。じゃああなたの舌がおかしいんじゃないの？私はカチンとして言いました。うちの母は料理教室を営んでいます。その母のレシピなんでまずいわけがないです。私は怒りに任せ、つい大きな声を出してしまいました。お母さんを見ると目を大きく見開き、怒りで震えていました。するとお母さんがいきなり癇癪を起こしたのです。お母さんは言葉にならない叫び声を上げ、叫び続けました。こうなるともう止められません。私は必死に謝るも、一向に叫ぶのをやめようとしないのです。すると、インターホンが鳴りました。叫び声を聞きながら出ると、お隣さんでした。あまりにも大きな声だったため、何かあったのではと駆けつけてくれたのでした。私は、お隣さんに頭を下げ謝罪をしました。お隣さんは、あなたも大変ね、と言い、飴をくれました。たった一つの飴なんですが、人の優しさに触れ、とても嬉しく思いました。私は、お母さんのところに戻り、非礼を浴びました。お母さんは言いました。二度と生意気なこと言うんじゃないよ。次は容赦しないからね。私は言いました。肝に銘じます。本当に申し訳ございませんでした。夫が帰ってきてから昼間あったことを報告しました。夫は動揺していました。俺の知っている母さんじゃない。どうしちゃったんだよ。私は言いました。もしかしたらなんだけど、認知症の可能性ないかな。夫は驚いて言います。なんでそう思うの？私は言います。認知症の初期症状に怒りやすくなるって聞いたことあるわ。さらに続けて言います。それにお母さん、物事を忘れやすくなっているような気がするの。夫はしばらく考えて言いました。一度、母さんを病院に連れて行ってみよう。私は夫の提案に同意をしました。夫が言うように今が異常だとすると、そうすべきと思ったからです。何よりもあの規制を上げる感じは普通ではないので何かあるはずです。私たちは次の週に病院に連れて行くことにしました。そして受けた診断は認知症の初期段階でした。私はやっぱりなぁと思いましたが、夫は相当ショックだったようです。病院から帰ってきて、夫と今後について話し合いました。徐々に日常生活もままならなくなるでしょう。それもあって、夫はお母さんの介護に専念してほしいと頼んできました。私は迷いました。正直、いびられ続けられて、お母さんのことを嫌いになっている自分がいました。そんな私に、お母さんを献身的に介護することなんて到底できるとは思えません。しかし、介護施設に入れるだけの余裕もないことから、やらざるを得ないと思いました。ただし、夫も極力手伝う条件付きです。一人でずっと介護はできませんから。それから、お母さんの介護生活が始まりました。本当に地獄のような日々でした。お母さんはどんどんわがままになっていきました。もう幼稚園生を相手にしているような感じです。何を言ってもいやいやと受け入れず、気に入らないと規制を上げます。それが昼も夜も続きました。
徐々に私は疲れが溜まっていき、1ヶ月で10キロも体重が落ちました。体力に限界を感じた私は、夫に相談することにしたのです。よしおさん、そろそろ介護を手伝ってくれないかな。手伝うことは条件だったはずだよね。夫はスマホをいじりながら眉間にシワを寄せ、私の話を聞いていました。そして夫は言います。俺だって家族のために頑張っているんだ。それなのに介護まで手伝えってよく言えるな。私は言います。それはわかるんだけど、朝から晩までずっとだよ。さすがに私だって辛いよ。夫は言います。それはわかるけど、俺だって辛いんだ。お互い支え合わないとだろ。それを聞いて、私は夫に言いました。ちょっと聞きたいんだけど、最近土日もいないじゃん。仕事なの？私がそう質問すると一瞬目を泳がせました。私はそれに違和感を感じました。夫は咳払いをし言います。もちろん仕事だよ。管理職になって仕事が激増したんだ。私は何か奥歯に物が挟まった感覚を覚えましたが、あえて深入りはしませんでした。私は夫に言いました。わかったよ。もう少し頑張ってみるね。でもたまには手伝ってよ。夫は機嫌悪そうにわかったと言いました。結局夫が介護を手伝うことはありませんでした。気がつけば介護生活を続けて15年になります。この15年は本当に地獄でした。自分の顔を鏡で見て思いました。年を取ったなと。実はお母さんは今入院をしています。お医者さんの話ではもう長くないそうです。私は毎日病院にお見舞いに行き、お母さんのそばにいます。ある日、お母さんから手紙をもらいました。私はお母さんに聞きました。読んでいいですか？お母さんは小さな声で言います。結局、息子は私の見舞いにすら来ない。介護だってあなたには感謝してる。私に何かあったら読んでほしい。そう言って、お母さんは目をつむりました。お母さんは起きては寝ての繰り返しなんです。私は病室を出て家に帰ることにしました。家に帰ると病院から電話がかかってきました。お母さんの体調が急変したらしく、すぐに病院に来てほしいとのことでした。私は夫に連絡をし、急いで病院に向かいました。私が行った時には、お母さんはすでに亡くなっていました。この瞬間、私は介護から解放されたのです。しかし、複雑なもので寂しい気持ちの方が大きかったのです。15年間世話をしてきたのですから、情のようなものが湧いていたのでしょう。そして、それはお母さんも同じだったんだと、もらった手紙を読み思いました。夫は、お母さんが亡くなったことにひどく落ち込んでいました。そんな夫に葉っぱをかけ、葬儀の準備を始めました。葬儀が終わった後、私は急に肩の力が抜けました。解放されたことによる燃え尽き症候群のような感覚を覚えました。葬儀から数日後、夫の部屋を掃除していると驚くべきものを見つけました。それは手紙でした。内容を見なくても字体で女性からだと分かりました。見て見ぬふりをしようかと思いました。夫が浮気をしていたら完全に心が折れると思ったからです。しかし、その恐怖心よりも、もやもやして生活を送る方が嫌だと思い、見ることにしました。そこに書いてある文章からは、夫への行為を確認することができました。この文章に対する夫の回答はわかりません。しかし、おそらく肯定的なものなのだろうと直感的にわかりました。私は他に浮気の証拠がないか探しました。すると一枚の写真を見つけたのです。
女性と仲良さげに写るツーショット写真でした。夫は浮気をしているようでした。私の中にある黒い感情がどんどん大きくなっていくのを感じました。一瞬、離婚の二文字が頭に浮かびましたが、すぐに思いとどまりました。これだけ使い倒されて、夫が幸せになるなんて、とてもじゃないけど許せないからです。私はこの件には触れずに、日々を過ごしていくと決めました。ここで離婚してしまっては、介護に費やした時間が無駄に思えてしまうからです。私は何事もなかったかのように夕飯の準備を始めました。そして夜、夫が帰ってきました。私は夫に言います。今日も遅かったね。仕事大変なの？夫は言います。そこそこな。疲れたから今日は飯いいや。私はその言葉には反応せず言いました。あれ？なんかお酒臭いね。飲んできた？私の言葉にうつむきながら夫は言いました。家に帰る途中にコンビニで買って飲んだんだ。私はそれ以上何も言いませんでした。それが嘘だと分かっているのにです。多分夫は浮気相手と食事をしてきたのでしょう。私はあえてそれを心の中にしまいました。きっとこの葬儀が終わったことで何らかのアクションを夫は仕掛けてくるはずです。私はその時をじっと待つことにしました。そして私の予想通り、夫から話があると言われました。ついにこの時が来たと思った私は、夫の話に耳を傾けました。のぞみ、悪いが離婚をしてくれ。予想通りだったので動揺しませんでした。一応形式的に質問をします。理由を教えてよ。15年間介護をしてきて、用済みになったら捨てるわけ？夫は言います。実は今、付き合っている人がいて、その人との間に子供がいるんだ。私は驚きました。子供がいるってどういうこと？今何歳なの？夫は、ふーっと小さいため息をつきました。今、10歳だ。つまり、私が介護で自分の人生を削っている間に、夫は別の女と家庭を築いていたのです。しかも、その女と一緒になりたいから離婚しろと言ってるわけです。私は夫に言いました。今離婚されたら困るの。私もう50歳だよ。介護が終わったら捨てるっておかしいよね。夫は言いました。おかしいことは分かっているが、あっちの家庭を守らなきゃいけないんだ。私は言いました。そんなこと知らないよ。私は絶対に離婚しないから。離婚をしないことが一番の仕返しだと考えています。さらに、夫への反撃の一手はまだあります。こっちからも話があるんだよね。夫は眉間にシワを寄せてこっちを見ています。お母さんが亡くなる前に手紙をもらったの。その内容を読み上げるわね。私は手紙を読み上げました。その内容とは相続に関してでした。この15年間、お母さんと真剣に向き合ったのは私一人だったと書いてありました。一番自分の世話をした私に全ての資産を相続させるというものでした。夫はそれを聞き、顔が真っ青になっていました。そして夫は言います。遺産は全て望みに渡すだと、そんなことを聞いてないぞ。私は笑って言います。お母さんを私に任せっきりにしていたんだから、そりゃ知らないでしょうね。夫は何も言い返せないようでした。私は言います。まあでも、離婚をしなければ、結果的には夫婦の財産なわけだからいいじゃない？私はにっこり笑って言いました。夫は無言で自分の部屋に入っていきました。これから夫をじわじわ追い詰める生活が始まります。
そう考えると楽しくてたまりません。それから数日経過した時、夫がひどく狼狽した感じで私に泣きついてきました。頼む。相続の資産はいらないから離婚をしてくれ。相手の女性から訴えられそうになっているんだ。私は言います。別にいいんじゃない？あなたが責任を持って対応しなさいよ。だからこそ離婚をしてほしい。私は言いました。絶対に嫌だ。私は続けます。もし離婚するなら私も訴えるから、あなたとその女をね。夫は愕然としていました。そりゃそうです。どっちに転んでも訴えられるのですから。結局、夫は浮気相手に慰謝料を支払い、私といることを選びました。夫は言います。のぞみと一緒にいたいと思ったから、浮気相手とは別れてきたよ。私は夫のその言葉を聞き笑いました。そして私はカバンからあるものを出したのです。私は夫にそれを渡します。もう私のサインしてあるからそっちも書いてね。夫は言葉を失っていました。お前、離婚しないって言ったじゃないか。私は言います。私は15年をお母さんのために使ったわ。なのにあなただけ幸せになることが許せなかったの。さらに私は続けます。あなたに対する慰謝料はしっかりもらえますから、覚悟しておいてくださいね。夫は言います。浮気相手にも慰謝料を払って、もうお金がないんだ。勘弁してくれ。私は言います。知らないわよ。しっかり働いて払ってよね。夫は床に座り込み、うなだれています。頼む、許してくれ。私は言いました。絶対に許さない。その後、夫とは離婚をしました。夫には弁護士を通じて慰謝料の請求をしました。その支払いをするために日夜働いているそうです。私はお母さんの遺産をありがたく頂戴し、それを老後のお金として貯金することにしました。この15年、自分のために時間を使うことがありませんでした。私はこれから自分のために人生を謳歌しようと思います。